皆さんこんにちは、ケンです。1週間ほど前に突然ですね、Apple Store でマグセーフに対応したバッテリーパックっていうのが発売されました。で、今日の朝ようやく届きました。今日はこれを一緒に開けていきたいと思います。だいたいいつも Apple の製品が届くときってすごいワクワクするんですよね。ただね、ちょっと今回は若干不安ですというのも、この小さなバッテリーパックがですね、11,800円もするんですね。もうすでにいろんな他のサードパーティーのメーカーからいろんなバッテリーが出てて、ここに来て初めて Apple からマグセーフに対応したモバイルバッテリーが出たわけなんですけど、果たしてこの価格に見合うだけのサプライズ感はあるのかっていうのがちょっと不安でたまらないわけなんですけど、ちょっと一緒に見ていきましょう。じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃあここをペリッと剥がして、これがそのバッテリーパックで、あとはいろいろ紙が入ってます。これだけですね。じゃあちょっとこれを出ました。大きさは、手の中に収まる感じで、ここが丸くなってるのが見える通りマグセーフに対応してるらしいですね。でこれが iPhone の後ろにペタッとくっついた。これは iPhone 12 mini なんですけど、サイズ的にはこんな感じですね。レザーウォレットとかと同じような感じで、結構横幅ぴったりって感じで、厚みがこんな感じ。材質的にはプラスチックですね。ただちょっとなんかマットな感じの白っていう感じですね。で、ここにロゴがついてて、で反対側はこのマグセーフの丸い磁石のところ以外はラバーっぽいようなコーティングがされてて、ちょっと滑りづらいような感じで加工されてるような感じ。さすがにアップルと純正品っていうだけあって安っぽい感じはないかなとは思います。ここにポートがあって、これがライトニングですね。やっぱり iPhone だから。と iPhone につけると見えるかな、電源ケーブルみたいなアイコンが出てるんですけど、ここにバッテリーパックの残量が出てくるみたいですね。こういうのはですね、純正だからこうやって画面のウィジェットの中にちゃんと残量が出てくるみたく対応できるのは一つちょっと特徴的なところですよね。このバッテリーパックの今回目玉というかすごい特徴的なところっていうのがあって、マグセーフでワイヤレスで充電できるよっていうのが一番なんですけど、もう一つがiPhone とこのバッテリーパックの相互充電が可能っていうのが初めて実現したものらしいです。でその相互充電ってどういうことかっていうと、 iPhone 側にライトニングケーブルをこうやってつけると、これでも iPhone とバッテリーパックが同時に充電できるっていうのが、その相互充電ができるっていう、今回新しく導入された技術らしいです。でこれができると何がいいのかっていうと、例えばカープレイとかで iPhone はこうやってケーブルがつながってる必要があるんだけど、背面にマグセーフでバッテリーがつけられるんで充電しながら使えますよっていうような時にすごく便利に使える機能ですっていう感じで Apple は推してるみたいです。この相互充電ができることがカープレイとか使わない僕はどれくらい便利かなって今ちょっと考えてたんですけど、正直あんまりこの相互充電ができるメリットが今すぐ大きくあるかって言われるとない気がしますね。ちょっとね、今のところ、ちょっと値段に見合う感動があるかって言われるとちょっと微妙な感想を抱きつつレビューしてるんですけど、僕の場合はこの手元にね、アンカーのパワーコアマグネティック5000っていうモバイルバッテリーがあるので、ちょっとこれと比べながらどういういいところがあるのかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、まずね、大きさ的には、アンカーの方が厚いですね。アップルの方がかなり薄いのが分かるかなと思うんですけど、さっきねちょっとサイズ測ってみたんですけど、こっちはこの縦が 96mm で、この横幅が 64mm で、厚さが 11mm でした。で対するアンカーの方は、この縦が 93mm で横が 63mm だから縦横はほとんど変わらないですね。ただ厚さがこれ 16mm あるので、
結構この数値以上の差が実際につけてみると感じられます。こうやって乗っけると、ちょっとね角が丸っこくなってて、でちょっと厚みがこっちがあるので、本当に見た感じ、本当に iPhone にバッテリーをつけてますっていうのがすごい目立つというか、バッテリーがついてます感っていうのが強いんですけど、こっちはちょっと色のせいもあるかなと正直思うんですけど、この厚みがね、5ミリか、5ミリって結構大きいですよね。違うんで、本当に iPhone にバッテリーが一体化してくっついてるような感じがありますね。マグセーフでくっついてる側の面が、ここは結構丸っこくなくって、角がピシッとなってるんで、この段差がほとんどないんですよ。なのでこうやって持った時にあんまりバッテリーが外からくっついてますかみたいなのがなくって、薄いし、あとはそのせいもあってすごく持ちやすいのと、あとこの横幅がぴったりってことであんまずれないですね。ずれにくいかもしれない。アンカーの方はちょっとこう遊びがあるんで、ちょっと押すとずれるんですよ。でこのずれたままペチンと押しちゃうと取れちゃったりするんで、マグネットの安心感みたいなのはアップルの方が勝ってる気がしますね。単純に磁力もアンカーよりアップルの方が、強いですね。アンカーはね、ちょっとこのつけた状態でこのバッテリーの方だけを持つとね、ちょっと不安感なんですよ。でちょっと落ちることないけど、ちょっと当たったら落ちちゃうかなっていう不安感が少しある感じ。こっちはそれがほとんどない。あとずれにくいから、こっちの方がちょっと安心感は大きいですね。ちょっとスペックをね比較してみたんですけど、サイズは今お伝えした通りで、重さがね、アンカーが 133g でアップルの方が 114g。 バッテリーだけで持つとそんなに重さの違いって感じないんですけど、 iPhone につけた時の重さで比べるとこっちのアップルの方の軽さっていうのが体感的にも差が感じられる気がしますね。で僕一番気になってたのがバッテリーパックの容量だったんですね。アンカーの方は 5000mAhなんですね。これね、ちょっとなかなかアップルのウェブサイトとかにも容量がいくつですってはっきり書いてなくて、でね、よーくここのちょっと見えないと思うんですけど、ここにねちょっと書いてあるんですよ、スペックが。さっき目を凝らして見てみたら、どうやらね1460だと思いますって書いてある。すごい小さいですよね。全然こっちと違う。全然違いますね。ちょっとねこの容量はね結構小さいっていうのは今ちょっと知ってちょっとショックだったんですけど、 iPhone12 の電池容量がどれぐらいあるのかなってちょっと調べてみたんですけど、12 mini だと2200ぐらいで、12が2800、12 Pro Max だと3600いくつぐらいだそうです。だからこれ、ミニでも半分いくかいかないかぐらいの容量をカバーする程度ってことですよね。ちょっとこの容量の少なさっていうのはどう考えればいいでしょうね。ということでちょっとねその他のスペックも調べてみて、ちょっとさっきのアンカーのねパワーコアマグネティック5000との比較をまとめてみました。充電の出力に関しては Apple の方が最大ワイヤレスだと 5W で、ライトニングケーブルをつけた状態で、15W までいけるそうです。ただ充電器のワット数が20W 以上のものを使ってくださいっていうふうに書いてありました。それより弱いものだと充電速度が遅くなりますと。で一方でアンカーの方はワイヤレスだと同じく 5W。 だからこれ一緒なんですね。 5W ってちょっとゆっくりな感じがしますけど、ただつけっぱなしにできるからゆっくりであることのデメリットっていうのは感じることは少ないかもしれないですね。こっちは USB-C で接続するんですけど、ケーブル付きの場合は最大 10W なので、有線の場合はこっちの方が少し出力が弱いので、そういう意味ではこっちの Apple の方のメリットっていうのがあるかなと思います。あと色展開は今のところこれは白だけになりますね。でアンカーの方は黒だけなので、ちょっとこの辺りの色のバリエーションも少ないのは寂しいかもしれないですね。であとはさっきも触れた通り付属品は Apple の方はありません。これだけで、一方でアンカーの方は USB の C2C のケーブルが同梱されてます。でこのバッテリー自体の充電方法の違いは Apple はさっき触れた通り、これ自体にライトニングケーブルを挿して充電するっていう方法と、あとはこの iPhone 側にケーブルを挿した状態でバッテリーパックをマグセーフで取り付けても充電ができますよっていうところで、一方でアンカーの方は、充電は、この USB-C ポートがあるので、ここにケーブルを挿して充電するっていう方法をとってます。なのでこれはワイヤレスの
充電はできないですね。はい、ということで今日はこのマグセーフのバッテリーパックを一緒に開けながら見てみました。総合的な感想としては、正直僕は値段に見合うだけの性能があるかって言われるとちょっと厳しいかなと思いました。一番は容量の差ですよね。こっちは値段が3990円なんですけど 5000mAh あると。でこっちは、1400いくつってことなんで、外出先で電池切れの不安をこれ一つだけでカバーするみたいな用途の場合ちょっと不安が残る。一方でアンカーの方はこれ一つだけ iPhone と一緒に持って外出すれば、1日充電の心配はないかなっていう容量あるんで、ちょっとそういう意味での安心感の違いっていうのはあると思います。じゃあ一体この Apple のバッテリーパックはどういう人に向いているのかっていうと、やっぱりApple のウェブサイトにも書いてあった通り、CarPlay とかこの iPhone 側にライトニングケーブルを挿してデータ転送したり音楽を再生したりとかっていう使い方をするような人が、そういうつないだままワイヤレスで充電ができるっていう用途だとすごくメリットがあるかなと思いました。なので、ちょっとねこの Apple のバッテリーパックとサードパーティー製の、今日はアンカーと比較しましたけど、性能、バッテリー容量、あと価格差結構差があるので、何が自分に合ってるかっていうのをしっかりとチェックしてから買うことをお勧めします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が役に立ったっていうふうに思っていただいたら高評価と、こういう感じで Apple 関連のガジェットについてはちょくちょく動画を作っていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。